皆さんこんにちは、あきです。今回も前回のいわき編に引き続き福島県の浜通り地域を深掘っていきます。浜通り地域とは名前の通り福島県の太平洋側の海に面した地域のことを指しますが、今回はその中の双葉郡を回っていこうと思います。この辺りの地域は震災や福島第一原発の被害が特に大きかった地域でもあり、一人の日本人としてそのリアルと復興の様子を学びたいと思い、今回この地にやってきました。今回の動画では双葉郡の様々な魅力はもちろん、福島第一原発周辺の震災遺構や町の復興の様子を実際に見て回りたいと思います。前回のいわき編を撮り終えた後、北に位置する広野駅近くの宿に泊まりました。旅籠院広野、新しくて綺麗でコスパのいい宿だったのでおすすめです。今日は常磐線に乗って浜通りのもう少し北に向かいたいと思います。実はここも津波被害があった場所で、広野駅より海側はほぼ全て津波によって流されてしまっていたとのことです。この電車は常磐線原戸町駅です。次は与野森。実はこの常磐線も津波の影響で甚大な被害を受け、全線復旧したのはなんと震災から9年後の2020年でした。当時の写真を見るとどれだけ凄まじい被害があったか見て取れます。全面復旧した常磐線の浜通り区間を北へ。携帯電話をマナーモードに設定方へ通話はお控えください。ご協力を。最初の目的地浪江駅に到着しました。さて、浪江駅に到着しました。周りはこんな感じですね。今から震災以降の請戸小学校というところに行こうと思うんですけれども、浪江ではこのスマートモビリティというのがあるらしくてですね、この駅前にもあるんですけど、これを使ってバスを予約して、で送迎をお願いしたいと思います。浪江町は双葉郡の中で最も広い面積を有し、古くから漁業が盛んだったといいます。しかし震災時の津波や原発事故等の影響で、町内には帰宅困難区域が設定されていました。現在はほとんどの規制は解除されていますが、それでも町内の人口は震災前の2万人から2000人ほどにまで減少してしまっているとのことです。しかし直近では、請戸漁港の再開、企業の工業誘致に加え、道の駅浪江などの観光施設がオープンしたりと、少しずつ活気が戻ってきているといいます。町役場の方でレンタルサイクリングが借りられるとのことだったので、そっちに行ってみようと思います。駅から道をまっすぐ歩いて約10分ほど、浪江町役場に到着しました。レンタルサイクリングはここの目の前のまちづくり浪江で借りられます。無事自転車を借りられました。担当者の方もすごい優しい方で、街の現状だったり、これまでどういう感じで過ごしてきたかみたいなことを教えてくれたりしました。はい、すごい勉強になりましたね。で、この後道の駅と、あとは震災遺構の方に向かいたいと思います。では、自転車に乗って道の駅と震災遺構を目指します。道は綺麗で広く、途中には建築途中の家もちらほら見られました。自転車で走ってて気になったので、少し遠回りをして目的地の海岸方面の反対の山側の地区に足を伸ばしてみます。この線路は先ほど乗ってきた常磐線で、画面奥側が宮城県仙台方面です。線路より西側の山間部に近いエリアでは、このように廃墟となってしまっている家もいくつか見られました。すぐ近くには綺麗な神社が建てられていました。原発事故後の強制避難指示と、その後の住民の皆さんの辛い心情が吐露されています。また廃墟がありました。自分が生まれ育った町は都会ではなかったので、廃墟のような古い家もたくさんあったのですが、なんとなく廃墟イコール古くてボロボロの家というイメージがありました。
ここではこんな風に明らかに新しい家なのに廃墟となってしまっているところもあり、いかに震災時の強制避難が急なものだったのか、そしてその後行政や住民の方々の中で想像しがたい葛藤や苦悩があったんだろうなと考えずにはいられませんでした。閉校しちゃったんですね。2年前か。いやー、完全な更地になってしまってますね。時間も限られているので U ターンして元来た駅の方に戻ってきました。これまで少しネガティブな側面をお伝えしてきましたが、一方で街中にはこのように重点的にきれいに再開発されている場所もしっかり見られました。そして駅から自転車で5分ほどで道の駅浪江に到着しました。2020年に新しくできた街の復興のシンボルでもあります。この道の駅はとにかく食べ物が美味しいという話を聞いていたのでかなり楽しみです。この食文化ミュージアムの方では地元の名手に関連した商品や伝統工芸品の大堀相馬焼が売っているとのことです。甘酒のソフトクリームや豪華なパフェも売っています。これは子供も楽しめて良さそうです。いやー、すごい綺麗だなこの施設。こっちは何あるんだ。んマジですごいラッキー公園。やばい、巨大なラッキーがおる。なんだこれわ、すごいラッキーの自動販売機。うわ、すごい。あ、EV もいる。あ、ポケモンがいっぱいいるな。すごい。わあ、すごいラッキー公園。ラッキーだらけだ。ピッピもおるよ、ピッピも。懐かしい。ピッピの漫画読んでたな、昔コロコロで。これベロリンガかな。うわあ、すごいでかっ、でかっ。ラッキーは福島応援ポケモンに任命されていたとのことです。これはポケモンの IP を活用したいい取り組みだと思います。今度は隣の館へ。ここで朝食兼お昼ご飯を食べたいところです。やばい、入った途端めちゃくちゃいい匂いがすると思ったら、このパン屋さんかな。このパン屋さんめちゃくちゃいい匂いするな。いや、何があるんだろう、楽しみ。またポケモンが。地元の農産物などが売ってるコーナーの隣にはレストランゾーンも併設されています。やっぱりこの中でも B 級グルメ日本一になった浪江焼きそばはインパクトもすごくてかなり気になるところです。復活した浪江の請戸漁港で水揚げされたしらすと地魚の丼もかなり美味しそうなので、これは結構迷いどころです。せっかくここまで来たので、もう欲望の赴くままに浪江焼きそばとしらす丼の両方頼んじゃいました。いや、これはめちゃくちゃ美味しそうです。この浪江焼きそばも本当に太麺がもっちもちでかなり美味しいです。これぞ日本が誇る B 級グルメの最高峰っていう感じかもしれないですね。こっちのしらす丼の方も新鮮なこの請戸で水揚げされたしらすと卵の組み合わせがたまらないです。一瞬で完食でした。お疲れ様でした。お皿には9頭の馬と何事もうまくいくの文字がありました。ここ双葉郡浪江は現代に続くお祭り相馬の馬追いで有名な戦国大名相馬氏と縁がある地域なので、これはおしゃれな遊び心だと思います。この浪江焼きそばの極太麺がかなり気に入ったので家族にお土産で買っていくことにしました。ついでに自分のお土産としてご当地 T シャツも買おうと思い、先ほどの地酒屋さんに戻りました。これ個人的に思うんですけど、最近はいろんな観光地でおしゃれなご当地 T シャツが売っているので、気に入ったものがあったら応援の意味も込めて積極的に買うようにしてます。はい、早速着替えました。かっこいいなこれ。
自分の過去の動画やこれからの動画に昔訪れた観光地の T シャツがよく出てくると思うので、皆さんぜひチェックしてみてください。ちょうど探してたんですよね、かっこいい T シャツを。やっとここで見つけられました。よし、じゃあ海の方に向かいます。庭では可愛い自動芝刈りロボットみたいなものがせっせと働いてました。ちゃんと芝生とそれ以外のところを認識してるのが賢いですね。道の駅浪江を後にして綺麗な田園風景を進みつつ海岸を目指します。前回のいわき編の動画もそうでしたが、レンタルサイクリングで回るのもゆっくり風景を楽しめるのでおすすめです。道の駅から約10分ほど川沿いに走って海岸近くまでやってきました。周りにはおそらく津波で枯れてしまった木々と新しく植えられた苗木があります。ついに海岸が見えてきました。こちらは海岸に注ぐ請戸川、澄み切った水がとても綺麗です。道の駅から約15分ほどで福島県最東端に位置する請戸漁港に到着しました。周りには新しく作られた堤防と防潮林が整然と並んでいます。海岸の堤防沿いに南下していくと、右手側に今回の旅の目的地の一つでもある請戸小学校が見えてきました。向こう側に外国人の方が何人か見えるんですが、おそらく団体客の方々だと思います。道の駅浪江から自転車で10分20分ほど走って今、請戸漁港と請戸浜に来ています。ここからは、見えますかね、自分のこの奥の方、海岸線沿い奥の方に行くと、ここに福島第一原発があります。その全貌をここから見ることは、できないんですけど、一部作業中のおそらくクレーン車であったりですとか、大きな鉄塔みたいなものが見えたりはしますね。やっぱりこの景色を見ると一日本人としていろいろ思うところがありますね。振り返ってみると浜辺に警察官の方が来ていました。これは自分の推測なんですが、もしかしたら行方不明者の方々の手がかりを震災から10年以上経った今も探し続けているのかもしれません。堤防を降りて請戸小学校にやってきました。現在は廃校となっていますが、津波被害の現実を後世に伝えるため震災遺構として維持されています。この写真は先ほど通ってきた請戸漁港のあたりのものです。建物はほぼ全て津波で流され、今では先ほどのような更地と防潮林になってしまっています。動画を巻き戻して先ほどのシーンと見比べてみていただけると、その被害の甚大さの一端が垣間見えると思います。海岸からほど近いこの請戸小学校にもなんと最大15メートルの津波が押し寄せました。1階部分は完全に浸水してしまい、2階はベランダの壁のおかげでなんとか浸水を免れたといいます。それにしてもこの1階部分が全部沈んでしまうなんてちょっと想像がつかないですよね。この請戸小学校は震災遺構として整備されているため、中に入って津波の被害を確認することができます。もちろん当時から10年以上経っているので経年劣化もあると思いますが、基本的には当時のままの姿が残されているとのことです。校内には当時の写真が展示されていて見比べることができるのですが、地震が起きるほんの少し前までこういった日常があったのかと思うと改めてゾッとします。1階部分は完全に破壊され尽くされています。こちらは一般的な、普通の教室があった場所です。この教室はギリギリ鉄骨が残っていますが、津波の力でこの鉄骨もひしゃげてしまっています。これは先生のものでしょうか。当時のパソコンもそのまま残ってますね。
角の教室は中に入ることができます。ここにも当時のパソコンがそのまま残されています。奥に見えるのは各教室の時計や火災報知器などを一括で管理していた複合板というものらしいのですが、こちらもめちゃくちゃになってしまっています。これが壊されたことで校内の時計はすべて当時津波が来た15時37分で止まっているとのことでした。2011年3月11日当時、請戸小学校には82名の児童と先生たちが学校にいました。生徒たちは日頃の訓練と先生たちの迅速な対応のおかげで震災後すぐに校庭へ移動し、その後近くにある大平山という小高い山に向けて避難を開始しました。調べてみたところ、当時のこの時間帯の浪江の気温は約6度しかなく、寒空の中には上着も持たずに凍えながら津波から逃げた生徒もいたとのことです。ここから奥に見える小さな山が大平山です。こちらは1階部分の裏側ですが、鉄の塊がここでとどまっています。これを見るだけで津波の想像を絶するパワーがわかると思います。この時学校には子供を迎えに来た保護者に事情を説明するため、教頭先生だけが残っていたといいます。この教頭先生が避難した約10分後に津波の第一波が到達しているので、いかにこの避難が紙一重だったかがわかります。自分も田舎の出身なんで、ここまでの廃墟はなかなかないですけど、小さい廃墟はちらほら街の中にあるんですよね。ただ、ここの場合は、もう、ただただ廃れてるっていうよりかは、鉄骨がおかしな方向に曲がってたりとか、こんなの絶対動かせないだろうっていうような大きな機械がもうひしゃげて積み重なってたりとか、もうただただ廃れたんじゃなくて、なんかとんでもない力によって無理やりこういう形になってしまったんだなっていうような、それがもちろん津波なんですけど、自然災害によって本来そうならなくてもよかった場所が廃墟になってしまうっていう、そういうものっていうのはこれまであんまり見てこなかったので、見る機会がなかったので、ちょっとこれは衝撃的ですね、本当に。どうなってるんだこれ。天井じゃないな。床がちょっと高くなってた床がもうボコボコになっちゃってるのかな。ちょうど卒業式の日だったんですかね。卒業証書授与式っていう垂れ幕がありますね。で、この学校のもうすぐ隣とかも民家があったのかな。今はもうほとんど更地になっちゃってますね。この後、いわきの運送業者の方が偶然近くを通りかかり、生徒全員を役場まで連れて行ってくれたとのことです。こんなところまで来たんだ。何メートルだろう、10メートルぐらい。やばいな。数字では知ってたけど、体感だとこんなに。きついなこれは。浸水を免れた2階部分は資料室になっています。これがこの時みんなが逃げた大平山ですね。
これを見る限り2階にも若干水が入ってきてたのかもしれません。ここまでか。やっぱり1階部分は冠水ですね。ここでは過去10年以上分の寄せ書きを見ることができます。じっくり読んでると一人一人の思いが伝わってきて泣けてきます。よく見ると日本語以外の寄せ書きもあるので、外国人の方もたびたびここを訪れてくれているんだと思います。ここでは震災前の請戸の町の様子が再現されています。自分が生まれ育った地、思い出の地が一瞬でなくなってしまうのは一体どんな気持ちなんだろうと考えてしまいます。311から10年以上が経ち、当時助かった生徒たちも今ではみんな大人です。震災の後どのように生きてきて、今ふるさとにどういう思いを持っているのかを垣間見ることができる文集の展示もありました。請戸小学校の震災以降行ってきました。まず第一に思ったのは、改めて津波の怖さ、自然の強大さっていうのは本当に思い知らされましたね。もう一つ思ったのは、やっぱここ普通の小学校だったので、自分の通ってた小学校公立小学校だったので結構似てる部分が多くて、もし自分が十数年前小学生の時にこういった事態が起きてたら、本当に正しく行動できたかどうかというのは本当にわからないなと思いましたね。ここは本当に福島の浜通りの震災以降もあるんだったら外せないスポットなんじゃないかなと思います。はい、本当に自然の怖さ、強大さっていうのをまざまざと見せつけられると思いますし、自分のすぐ身近なところにこういったことが起こりうるんだっていうことを、改めて確認できる場所なんじゃないかなと思います。じゃあ次は双葉の方に向かっていこうと思います。請戸小学校から双葉町へ、福島第一原発にさらに近づいていきます。請戸小学校を出てほど近くのところに中浜地区の記念碑がありました。請戸地区では津波で127名が命を落としましたが、この隣の中浜地区でも20名以上の方が亡くなられたとのことです。海岸沿いの道は現在も通行止めでした。少し進むと復興記念公園の予定地を見つけました。見晴らし台があったので登ってみようと思います。向こう側が請戸で右側が海岸です。工事車両がちらほらありますが、津波で更地になったところに大きな復興記念公園を作るそうです。すぐ目の前には福島第一原発があります。ここからも作業中のクレーン車が見て取れます。なんとここ浪江と双葉を襲った津波は、今自分が立っているこの見晴らし台よりもさらに高かったそうです。先ほどの請戸小学校でも見てきましたが、本当に想像を絶してます。目の前からこれよりさらに高い波が延々と次から次に押し寄せてきたらと考えただけで足がすくみます。せっかくここまで来たので、原発に可能な限り近づいてみようと思います。この先に検問所のようなところがあって、そこから先は関係者以外は進めなくなってそうです。双葉も海の近くは津波の影響で更地になってしまっているところが多そうです。そして今回の旅の最後の目的地、東日本大震災原子力災害伝承館に到着しました。2020年にできたばかりで、震災前からその後の記録や資料約27万点が収蔵されているかなり規模の大きな施設です。津波によって変形してしまった消防車です。請戸小学校の時にも鉄板がひしゃげていたりしましたが、本当に想像を絶する自然の力です。中まで完全に潰されてしまってます。伝承館でいろいろ見てきましたが、
や自分結構こういうの見てる方だとは思ったんですけどね、資料とかも多分人よりかは結構見漁ってると思うんですけど、いややっぱ来るものがありますね。胸にしっかり噛み締めたいと思います。屋上から海岸方面を見渡すと、10年経った今もほとんどが更地となっています。一人の観光客としては綺麗な景色だなと思ってしまいますが、昔のこの場所の景色を知っている地元の方々からすれば、同時に見るのが辛い景色なのではないかと思います。名残惜しいですが、帰路に着くために双葉駅に向かいます。街中には力強いアートがたくさんあって感動しました。双葉駅に到着しました。先ほど浪江で借りたこのレンタルサイクリングは双葉駅でも返せるのでとても便利です。駅舎に入ると今でも放射線の線量計がありました。安全基準を優に下回っているとのことで、調べてみたらこの時は東京とほぼ変わらない値でした。名残惜しいですが双葉駅を後にします。これで今回のいわき、浪江、双葉の福島県浜通り編は完結です。今回の旅では常磐線に本当にお世話になりました。今回の旅を通して日本の有史以来最大級の震災と津波だけでなく、そこに原発の事故も重なってしまったことで、本当に近隣住民の方々が苦労されてきているんだなと改めて気づかされました。特に浪江や双葉のあたりでは住民の多くが長きにわたる避難生活を余儀なくされ、ふるさとに戻るという選択肢を取れずにいる方も多くいらっしゃいます。ただそのような厳しい状況の中でも、今日一日かけて見てきたように様々な新しい取り組みや施設ができてきていたり、もともとある魅力を発信していたり、未来に向けた動きも着実に進んでいるなという印象を受けました。同じ時代に生きる一人の日本人として遅くなってしまいましたが、今回この場所を訪問することができて本当に良かったと思います。ぜひ皆さんも福島県の浜通り、そして双葉郡に足を運んでみてくださると嬉しいです。これからもこういった日本や世界の各地を深掘る動画を作っていければと思いますので、もし気に入ってくださった方はグッドボタンを、そしてご意見ご感想がある方はぜひお気軽にコメントをいただけるととても励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。